でもなんか僕がパッと見た感じ思ったのは、やっぱりこの方の言ってる切れ味の体感っていうのはやっぱりその、まあ切りやすさってうんうんういう点ん。なので、まあ、結局その今日もね年間契約のお客さんのところに行って柳あれを一回使ってって言って試してもらってるんだけど、で切り刃の処理とかもちょっと新しいやつをは試しいはて、でどうでしたっていう話をした時にもう開口一番「いやもう切れないから」って言われてね。い。あいやそんなに変わらないっていう話をしたら、いやもうステンレス自体がそもそもやっぱ切れないっていうのはすごいやっぱ言われるー、ね。いやもう鋼と比べるの一回置いといて、そのステンレス同士で比べてっていう話をした時にはまあ確かにその切れ込みの良さとか、うんうんうまあその切れるっていう感覚っていうのはあるけど、やっぱりもうそもそももうやっぱりその思う土俵に上がってこないっていう評価をされる。まあそれぐらい差はあるのかなっていう。ただ体感的にはね、まあ、自分の体感的にはそれは合わせの包丁と全工で比べてるっていうとはいころもは結構強いんじゃないかない。うって気はしんてるんだけど、 T3 切れるよねあれ。うんうんあれはかなり自信あるんだけどね多分。うん。まああと両その刃とやっぱ片刃とかでも違うのかうん、やっぱりその切り刃もどうしてもやっぱり加工できる面積が狭いんだよな。うね。んその牛刀の方が特に 240mm の牛刀ぐらいになってくると切り刃の幅がやっぱ稼げる。はい。その曲面を出すって言ってもやっぱり距離がある分やっぱり加工の自由度が高いっていうのはもう間違いないうんからね。そういったところではやっぱり柳とかだとやっぱりそこの幅が切り刃が狭すぎて、まあ、大きく差を出しにくいっていうのはやっぱり事実ベースでやっぱりあって、そこのうんう差を感じてもんらえないのかなとか、あとはひっつきやすさ。だから歯が切れてる切れてないっていうのはもう置いといて、やっぱりひっつくひっつかないっていうところの方がうんやっぱりまあその感覚っていうのを左右してるのかなって気はするんだけどね。まあこの後者のステンレスを使ったことがないから何とも言えない部分もあるけど、難しいところで個人的にすごく感じるのがやっぱり白系統の両刃って切り刃がないとパフォーマンスがちょっと出しにくい。うん。なんかもう一つ切れ味のパフォーマンスを出すっていうのがね意外に難しく感じる部分もあって、まあそそういう意味ので差が感じないっていうのはそのう使った体ん感としてそうそうだあまり差が出ないっていうのはその構造上の問題そうなんかどちらでも善行であるっていう。だから要望書になった時にその肉抜きをどれだけ綺麗にできているのかはい。っていうところの条件も絶対出てくるし、で結局その同じ人が同じように、まあ、レーザーであったりとか同じ形に向いてるのかとか、まあ、そういうところを考えていくと本当にまあ鋼材で比べているのか、まあ、その出来上がりの良し悪しうん。作りの方で切れるというふうに感じてるのか、そこら辺はかなりちょっと難しいところだよね。そうそこら辺のなんて言うんだろう、分かれてるところがすごく曖昧というか、そこのこれは刃先のせいだねとか、これはいは鋼材のせいだねとか、はい。これは切り刃が原因だねっていう、切った瞬間にどこが原因なのかみんなその分けて考えられてるかって言ったら、僕らもどんだけ実験やっても全部一緒なんだよね。そうその切れるか切れないかだけだから。難しいですよね。そうそうそれをなんかそそれこそ各構造ごとに3つとか5つとか準備してやり込むぐらいじゃないと、う、そのそれこそ鋼材のせいなのか構造のせいなのかって言ったら、そうそうまあそ一般的には多分9割方構造のせいで感じるその体感の方が大きい気はするう。んですよね。その鋼材の差が出るまで、まあ、研ぎ切れてるかそのやりきれてるかって、まあ、その実験もしたことがないんで断言はできないですけど、感覚的にはやっぱその1個の商品を開発する時に感じるのは、鋼材は一緒でもその削り方とか変えたらあれだけ変わるってことは、そうそう鋼材単体の違いよりはその体感で、その味じゃなくて切れ方っていう切りやすさっていう体感では鋼材単体よりかはもうそもそものその削り方だうんったり角度だったり小刃の、まあ、角度厚みとかそういうなんか構造の違いが生み出す差の方が一そうそれは般的には大きい、割合そうだと的にはかなり比思う重が多いんし、じゃないかな。だから僕ら包丁作る時とか全部やっぱり角度とか厚みとか全て計測しながら包丁は作るから、で一本一本やっぱり厚みも角度もみんな違うから、
やっぱり自分たちの中で、ある程度こういう角度の方がいいんじゃないかみたいな、なんとなくのやっぱりその年間契約やりながらの反応っていうのを、考えながら、やっぱりレバーは何度とか柳は何度とかっていうのをその、切り場側で作っていったりはするんだけど、やっぱりそういうことをしていった上で感じるのは、やっぱり功罪云々はもちろんめちゃくちゃ大事なんだけども、その物の出来不出来であったり、側面の厚みであったり、抜けの良さであったり、そっちの方が実際はやっぱり大きな比重を作ってるのかなと思うね。だからそういう意味ではできる限りその年間契約でやってる包丁とかもうかなり計測下をしてもう5年とかの年月かけながら、作り込んだ包丁とか作ってもらってる中でやっぱりもう言われてるっていうのはやっぱり自分たちが研究してきたステンレスの中ではやっぱりかなり最高峰じゃないかっていう思う鋼材でももうその比較にならないって言われてしまうっていうのは現実問題あり。でもその差があんまりないよねって言われるのもやっぱりそのどこまで同じなのかっていう、その条件の問題っていうのでやっぱりその意見が評価が分かれるっていうのは当然なのかなと思うよね。個人的にはいろんな方にいろんな形で聞いてるけども一定を超えてくるとやっぱり白身が切れるよねっていう人が多い印象はやっぱり強いかな。それもその先ほどおっしゃってたように例えば90点以上とかになってくるとそれこそ鋼材の差であったりとかっていうのが結構出てきて、でそれを使ってる側もやっぱりその感度が高いレベルの、求めてるものが高かったりする料理人さんとかっていう世界観ではそれプラス包丁もその状態に仕上げた場合に確実に差は出るのかなと思うんですけど、そこでその以前のその一般の多くの方に対しては極論その鋼材は別にどうでもいいんじゃないかって感じたのがその実体験としてやっぱり包丁屋さんで働いてた時になんか売ってる包丁とかいろいろ買って切ってみたんですよ、同じ鋼材で、10種類とか優に出てるじゃないですか世の中に、でそれで切った時に全部切り方違うわけじゃないですか、ってなったらもう鋼材関係ないっていう結論にイコールになるんですよ。でそうすると、変な話一般的にはあんまり高価とされてない鋼材でもそれこそ藤屋さんが仕上げたら多くの人がうわってなる切れ味、切れ味の切り方にはなると僕は思ってますし、そういう意味ではほとんどの場合はそこがこう体感できるほどの差は鋼材においては出ないのかなっていうのはすごいやっぱ感じました。いろんなその、メーカーさんが作られてる同じ金属のものを使ってもそもそもその金属の焼き入れとか熱処理の話とかまでなってきちゃうともう比較ができなくなっちゃうんで、同じ金属でも。ただやっぱりもう間違いなく先にどっちが先って言ったら前提としては個人的にはやっぱり作りの良さが先でさらに鋼材がどうなのか、だから正直なところT3 の牛刀をね実験で試してもらってるあれとかの形を白身で作れって言ったらできないからね。刃が持たない絶対に、間違いなくもうあの形は作りきれないから、あれはもう T3 だから実現できる薄さとか、そう刃先のね状態っていうのはもうね確実に言えるから、やっぱり本当の意味でそのこの鋼材はここまでできるけどこの鋼材はここまで無理なんだよねとか、でもこの鋼材厚み厚いのになぜか他の鋼材だとこの厚み出すと切れなくなるのにこの厚みなのでめっちゃ切れるじゃんとか、なんかそういう不思議なまた別ベクトルのちょっと鋼材の良さがあったりはするよね。そうであとはやっぱりその近年の鋼材の多くが切れ味が落ちてきてからとか切れない状態で無理して使った時のパフォーマンスがどうなのかっていう比重の方が大きい気がするよね。その最初の初期のなんか瞬間風速じゃないけど瞬間的な切れ味っていうのはやっぱり古い鋼材の方がなんかすごい優位性が高いような気がしてて、でそこを削り落としていく過程で錆に強いとか持続がいいとかかけにくいとか、なんかそういう加工をしていってるような感覚が非常に強いかな。そこのこの鋼材はここまで耐えれるみたいなところまでその削ってる商品がそもそも市場にそんなないんで、そうなんです。それってで極限までやってみないとわからないことじゃないですか。この鋼材だったらこの薄さまで耐えれるそこまでの商品がそもそもないんで、そういう意味で僕はあんまり差が出ないっていうのはその差が出るところまでやりきってない
まあそうだね。からなんかまあ、パフォーマンスの80点ぐらいで終わっちゃってるそうそれ80点だったらもう極論どの鋼材でも一緒じゃないみたいな、だからそれこそ鋼材よりその構造というかそのものの仕上げ方をなんかまあ料理と一緒だなと思って、超高級なお魚使っても焦がしちゃったらまあそうだよね、ダメなわけで、じゃあそこの調理技術だったりとかでその100点のポテンシャルを持った食材をどう処理するのかっていう話で、そういう意味ではその包丁を作る技術とか研ぎ方とかそっちの方がやっぱその製品に与える一般感覚としてのそのボリュームは圧倒的にやっぱ多いなっていうのはすごいそう感じました。